皆さんこんにちは。今回はですね、本日詳細情報が発表となった KO プロポの新製品 EX NEXT とグラスパー2について、こちらの YouTube でも紹介していきたいと思います。それではですね、今回初登場になります EX NEXT、 こちらです。じゃじゃん。はい、衝撃のパールホワイトのデザインになっています。画像だとちょっとただの白にしか見えないんですけれども、これちゃんとしっかりパールが入ってる鮮やかなホワイトですね。こんな感じのデザインです。で、ステアリングにも注目してもらいたいんですけれども、こちらのステアリングホイールも、今回ニューデザインを採用しています。今まででですね、一番立体感のあるホイールのデザインになってますね。はい。そしてですね、外観は EXRR と変わらないんですけれども、中身は全く違いますよっていうことで、まずはですね、こちらのステアリングですね。ステアリング、ここよく見てもらうと、バージョン 2.1、V2.1 と書いてあるかと思うんですけれども、こちら、ノーマルエクステンション2、バージョン 2.1 というもの、ノーマルエクステンション 2.1 というものがついていますね。こちらはですね、EX NEXT の世界最速のレスポンスに合わせて、フィーリングを再調整している、専用のエクステンション、ノーマルエクステンションになります。そしてもう一つがこちら。今度はエクスパンション。ちょっとややこしいですけれども、画面ですね。こちらも、エクスパンション2というものになってますね。こちらも、今までのものよりもさらに進化しています。こちらの機能についてもまた、別の動画で紹介していきたいと思うんですけれども、今までのエクスパンションではない、新機能のついたエクスパンション、こちらの画面ですね、になっています。はい。あとはですね、細かいところだとこの辺のバーの色がですね、ちょっとガンメタになったりなんかしてるんですね。はい。デザインに関してはですね、賛否両論、かっこいいだとか、かっこ悪いだとかあるかと思うんですけれども、衝撃のパールホワイト、こちらが新デザインの EX NEXT になります。はい。それについてくる受信機がこちらですね。KR420XT。こちらかなり、小さくなっています。床面積は418と同等。で、高さは415と同等。ということで、どちらも一番、面積も小さくて、高さも低い受信機になります。こちらですね、アンテナパイプ、これは415と一緒なんですけれども、これそのまんまケースに立てられるデザインですね。こちらはそのまんま415のデザインを引き継いでいる感じです。車にアンテナポストを立てる必要はありません。これについてもまた別動画でですね、ちょっと詳しく今後説明していきたいと思います。はい。そしてですね、次はサーボですね。はい。新しいサーボがこちらです。グラスパー 2、PSX4S グラスパー2というものですね。こちらはですね、今度 NEXT とは逆にちょっとシックな黒とシルバーのデザインですね。最近黒い車が増えてきたんで、どんな車にも、合わせやすいデザインになっています。そして注目していただきたいのが、こちらの VSX4S の 4S。4S ってなんだって思うかと思うんですけれども、4S の S はシリアルの S です。で、ここにも、シリアルという文字が書いてあるんですね。シリアルってまずそもそもなんだって思うかと思うんですけれども、こちらもですね、またちょっと今後別動画で、詳しく説明していきたいと思います。今回はですね、ちょっとざっくりとした説明だけになるんですけれども、まずはですね、この新しい送信機 EX NEXT の、テレメトリー機能を使って、サーボの、ICS 設定が
操縦台の上からできてしまいます。あとはですね、今まで受信機の HCS モードっていう、速い通信モードがあったんですけれども、それよりもさらに速い通信速度で通信ができてしまうというのが、シリアル通信というものになります。ざっくりとした説明ですけれども、それが、この 4S という文字にも書いてある、シリアルというものになります。そんな感じで、今回詳細を発表した新製品の EX Next と Graspa 2なんですけれども、この2つ、どんなところがすごいかっていうのを、本日の動画ではざっくりと説明していきたいと思います。まずはですね、こちらの EX Next。これの、一番の魅力ですね、一番すごいところ、まず通信速度ですね。これ世界最速っていう言い方をしてるんですけれども、今現状製品として出ている、車用のプロポですねの、一番速い通信速度っていうのが、1ミリセックっていう、ちょっとこれも何言ってるんだか分かんないんだと思うんですけれども、この1ミリセックっていう1ミリですね、この数字が小さい方が基本的には、通信速度速いと思ってください。それの、現状での最速が、1ミリセックで動いているプロポになります。で、それに対してですね、こちらの EX Next、0.9 ミリセックで、通信を行います。つまり1ミリセックを切った 0.9 ミリセック、0.1 の差って、そんな大した違いないんじゃないかと思うんですけれども、これはちょっと実際に、体感してみていただければ、全然違うというのが分かっていただけるんじゃないかと思います。でですね、実際通信速度速くなったっていうと、イメージとしてはすごい反応が速くなったって思う方が多いと思うんですけれども、そうすると今度、今でも十分速いのに、速すぎて運転が難しくなってしまうんじゃないかっていうふうに思う方結構多いんじゃないかと思います。実際ですね、そうなんですけども、単純に速さだけ速くしていくと、車はビクビク動きすぎて運転っていうのは難しくなってしまうんですね。ここはですね、ここが一番慶応プロポがこだわりを出してやってるところなんですけども、このプロポ決して運転難しくなりません。むしろ、操作しやすくなると思います。それはですね、このさっき説明したノーマルエクステンションバージョン 2.1 っていう、専用のものを出しているのもそうなんですけれども、この 0.9 ミリセックっていう、世界最速の通信に対しての、操縦フィーリングの味付けっていうのはもう本当に死ぬほどやってきました。そこ一番こだわってやってきたポイントですね。サポートドライバーにもいろいろテストしてもらって、実際に、フィーリング、どんなフィーリングがいいかっていうのを聞いたりなんかもしながら、かなりの長い時間をかけて、調整してきた部分です。なので、運転は絶対に難しくなりません。世界最速だけれども、世界一運転もやりやすいプロポになってるんじゃないかと思います。ここはですね、動画でいくら説明しても、伝わらないところだと思うので、実際にですね、これは、手に取った時に体感していただければ、分かってもらえるんじゃないかと思います。世界最速、世界一運転しやすいプロポです。はい。ですね、もう一つはですね、これは、やっと、他社製のプロポはほとんどついてたんじゃないかっていう言い方されちゃうと思うんですけれども、これはやっとできた機能ですね。テレメトリーです。テレメトリーが、うちのプロポにもやっとつけることができました。でですね、テレメトリーって言っても、正直今、あんまり使ってる人多くないんじゃないかなと思うんですよね。で、温度センサーだったり、回転センサーを使ったりっていうのに使ってる方はいるんじゃないかなとは思うんですけれども、一番使える機能ですね。テレメトリーの一番使える機能っていうのが、
サーボの設定になるんじゃないかと思います。これはですね、超便利ですね。サーボの設定がプロポで操縦台でできてしまう。今まではパソコンにつないだり、モデルセレクターにつないで、サーボの設定をしたんですけれども、それが、全部プロポでできてしまいます。それが一番のテレメトリーをつけたことによる利点なんじゃないかと思うんですけれども、それに対応したサーボがこちらのグラスパー2になりますね。4S。この 4S シリーズっていうのを今後発売していく予定なんですけれども、4S シリーズ、シリアル通信とテレメトリーを使って、サーボの設定を細かく調整できます。といっても、あまりシリアルとかテレメトリーとかなんだっていう、ピンとこないかと思うんですけれども、要は簡単に、サーボの設定全部プロポでできてしまうということですね。サーボの設定すべて細かいところ、全部いじれてしまいます。ものによっては多分他社さんで、テレメトリーを使っていじれる項目って確か全部じゃなかったんじゃないかなと思うんですけれども、このサーボは全部いじれてしまいます。でですね、プラス、新しい機能もついてます。今までの、パソコンで、いじれていた機能よりもさらに、機能が追加されててですね、細かくいじることができます。なのでですね、結構マニアな方だったら、操縦台の上からですね、ストレッチ1だとか2だとか、今回周波数もいじれるようになってるんですけども、こういう細かいポイントを、ガンガン変えてみてください。で、逆にですね、そんな細かい設定、何が何だか分かんないよ、めんどくさいよっていう方も結構多いかと思うんですけれども、そういう方のためにですね、これは従来のものもそうなんですけれども、プリセットが5個入っています。うちのサーボ最近はプリセット5個入れて出してるんですけれども、このグラスパ2に関しても、プリセットは5個入ってます。でそれをですね、単純にその5種類の、メモリーをこちらの EX NEXT のテレメトリーを使って切り替えるだけで、簡単に5段階のですね、設定が変えられるんですね。なので、5個の中から、全部やってもらえれば、自分の好みに合った、セットっていうのが見つかると思うんで、細かく設定するのがめんどくさいよっていう方はですね、この中に入っているプリセットのここだけやってみてください。それだけでもですね、車の動き激変すると思うんで、ぜひ、その変化をですね、体感してみてください。ということでですね、細かくいじりたい方から、めんどくさいからあんまりやりたくないよ、ちょっとだけやりたいよっていう方まで、いろんな方に対応したですね、システムになっています。なので、テレメトリーっていうと、結構いろんな、あんまり使わない機能が多いんじゃないかなっていうイメージの方もいると思うんですけれども、このサーボの設定ができてしまうっていうのはですね、一番大きいポイントじゃないかなと思います。今回はですね、ざっくりとした機能説明をしてきたんですけれども、この EX NEXT にはですね、これだけじゃなくてですね、かなり新しい機能いっぱい入ってます。外見は一緒だけど、中身はもう本当にフルモデルチェンジしてます。でグラスパ2ですね。こちらも、まだまだ、いろんな秘密がありますので、ちょっとずつですね、この EX NEXT とグラスパ2に関してですね、こちらの YouTube でもいろいろ情報を、小出しにしていきたいと思います。ぜひ注目してみてください。それではまた。